それで一回事故りそうになりましたからね。まあ路線バスもね1時間半に1本しか来なかったりはするんですけど、はい、で長くつって行っちゃうとピューって滑っちゃうんで、それで「わー!」ってあれ超楽しかったね。どうも格闘家三上変理大地です。はい、今回は青森の雪の大変さ3選ということで、何度もお伝えしているように私は青森県出身でして、雪が大変降る地方なんですよね。雪の大変なエピソードを3つ紹介しようと思います。じゃあまず1つ目、まず毎朝雪かきをしなければいけないということですね。毎朝雪かきです。まあ、お金を少し持ってる人とかだったらこうロードヒーティングというのかな、自分の家の駐車場にあったかくなるロードヒーティングみたいなのがあるんですけど、それを設置して雪が積もらないようにしてるところとかもあるんですけど、まあ大体みんなそういうのはせずにそのまんま車を止めて、で次の日の朝迎えるんですね。そしたらもうタイヤとかが動かないわけなんですよね。雪がすごいあるんで。だからもうそこはもう除雪して、でまあ近くにある側溝にこう雪を捨てるみたいな作業になってくるんですけど、まあこれがね結構朝の毎朝やんなきゃいけないってなると割と大変で、だから結構マンションで過ごす方が楽っていう人が多いですよね。一軒家になると毎朝自分の玄関の前敷地内を雪かきしなきゃいけないんで、それは結構大変なのかなっていうふうに思いますね。大変だね。毎朝車で通勤とかしてる人はそう毎朝それをやって毎朝やります。そうです。こう機械買っちゃう人もいますよね。雪除雪機みたいなの買っちゃってブーンみたいなやっちゃう人もいますけど、まあ大体みんなこう手でやってますよね。はい。じゃあその時間も込みでそう朝起きないといけない。そう夜明日の朝の分夜やっとこうは通用しないです。夜に降るんで。そう冷え込むから夜の方が降り積もりやすいしっていうことですね。はい、雪かきが毎朝の雪かきが大変と。2個目が道事故りやすいっていうことですね。例えばなんか雪が降って徐々にこう雪に慣れていきながら運転するんだったらいいんですけど、別の地方からいきなり雪がドカンと降ってる時に来て、その別の地方と同じ感覚で車をこう動かすともう全然ブレーキかかんねえみたいな感じになって結構怖い思いすると思いますね。私はそれで一回事故りそうになりましたからね。普段だったら曲がるようなところが曲がらなくなるんで、めちゃくちゃゆっくり普段より20キロぐらい遅い速度で走らせるぐらいのイメージで車を運転しないとダメなのかなと思いますね。あとはこうホワイトアウトって言って水田とか田んぼのエリアですごい起こるんですけど、こう平地だと雪を遮るものがないんで、積もった雪が風でブワーってこう舞い上がってしまってこう真っ白になるんですよ。で森とかだったら木とかが遮蔽物になってそれはならないんですけど、平地とかだと建物とかがないところでバーって走ってるとホワイトアウトになりやすくて、それは結構危険ですね。もう目の前の赤いランプがちょっとかすかに見えるぐらいで他は全然見えないみたいな感じですね。だから雪があると運転が非常にやっぱ大変ですよね。それはそんなに別に珍しい現象ではない？珍しい現象ではないと思いますね。五所川原って言って結構田んぼが多い市があるんですけど、そこに結構ドライブとか行くんですよね。それこそ龍飛岬の方とか、まあ龍飛岬まで行かないにしても、まああっちの方面に行くと大体ホワイトアウトしてますね。私が行ったのもほとんどホワイトアウトしちゃいます。だから冬はもう行くもんじゃないのかなみたいな。海に近いんで風がよく吹くんですよね。とりあえず雪が積もってたら雪がこうやって舞っちゃうんで、めちゃくちゃピッカン晴れてる時はそういう風にはならないんですけど、ちょっとでも雪が降っててちょっとでもこう気温が低いと風が強いともうすぐなっちゃいますね。じゃああれですね、雪に慣れてないところから来た人、冬とか来ちゃうと、でレンタカーとか気をつけた方がいい。そうですね。そうだから青森初心者はちょっとね冬のレンタカーはちょっとあんまりおすすめしないかもしれないですね。
で実際にね冬の期間閉鎖されてる観光スポットも多いし、近場駅近とかでいろいろ用を済ませた方がいいかもしれないですね。あとタクシー使ったり路線バス使ったりね、まあ、路線バスもね1時間半に1本しか来なかったりはするんですけど、はい、3つ目は屋根の雪下ろしですね。俺は結構楽しんでやっちゃうけど、やっぱり放置してると、まあ、それで家が潰れちゃったりとか、あとはその雪下ろしをしてる最中に亡くなっちゃう高齢の方とかいますよね。そう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 。みんな雪が落ちやすいように結構トタンの屋根が多いんで滑るんですよ。そうで長靴でいっちゃうとピューって滑っちゃうんで、だってわーってみたいな、そのままぽっくりいっちゃうみたいな感じで。それはどれぐらいの頻度でやるの？うちは山なんで結構1週間に1回はやってますね。はい、放置してた時期があったんですよ、家を。そのおかげかなんかわかんないですけど、家がちょっと歪んでるんですよね今。そうそうそう、温泉のお風呂場があるんですけど、お風呂場のところが窓がこう家の内側にこう入り込んでるっていうか、開け閉めがなかなか難しい状態になってますね今。それはやっぱり雪の重みでなりましたね。はい、だからちゃんと定期的にやんないとダメですよね。あと雪囲いとか、はい、例えば松とか植えてるようなところご家庭があるんだったら、松が折れないようにちゃんと囲わないと雪が降った時に折れちゃうんで、それでその囲いも縄とか板とかしっかり使って囲いますよね。青森の雪の大変さ今教えてもらったんですけど、結構大変ですね。まあでも普通だと思ってたんですけど、東京出てみたら結構大変だなと思いましたね。雪崩、まあ雪崩でもあんまり雪崩のニュースあんま聞かないですね。雪崩が起きるところってパッと開けたようなところなんですけど、岩木山がそもそもあんまりこう開ける植生があんまりないような気がしてて、あれって確かちょっと詳しいことは覚えてないんですけど、結構高い標高じゃないと植生って変わんないんですよね確か。で岩木山は割とずっとこう森が続いてる山なんで、だからその前雪崩が起きる前に森がこう森林がこうせき止めてくれるみたいなところありますね。長野とかやっぱ起きるんじゃないですかね。やっぱあっちの人って青森の人はもう慣れてるね、やっぱ歩くのとかね。転んだりしない。転んだりしないね。私の場合は雪の季節でも山登りするんで、そこで足腰が鍛えられたっていうのはあると思いますね。あと雪かきとか、雪かきで足腰は鍛えられると思いますね。はい、そういう目的でやるんで、私は負荷かけるんですよ。で雪も1回の量を多くしてやったりとかするんですけど、みんな多分そういうのは考えずにいかに楽するかっていうのを考えると思うんで、日常のことだから。でも雪山登ったことありますもんね。あれもしんどいもんね、歩くだけで。そうね、リンヤマンと一緒に木の上から飛び降りて、あれ超楽しかったね。やってよだから。はい、ということで今回は雪のやばさ参戦なんだっけはい、今回は青森の雪の大変さ3選ということで、お送りしました。また次回ぜひご視聴いただければと思います。ありがとうございました。バイバイ。最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録といいねボタンよろしくお願いします。天理はなんか雪にまつわる危険な思いしたもんない？危険な思い3選やりますか？いや変わっちゃう。危険な思いね、雪にまつわる危険